さあ皆さん、こちらに火があります。そしてこちらには何も入っていないコップがあります。では今からこのコップをこの火に近づけていきます。なんと火が消えました。みんなこんにちは。科学のお姉さんこと五十嵐美希です。前回は物が燃えるとき空気中の酸素を使って二酸化炭素ができるということを学びました。気になる人はぜひそちらの動画もご覧ください。そして私がさっきやった実験ありましたよね。透明のコップを傾けたらろうそくの火が消えました。実は透明のコップの中にはその同じ二酸化炭素が入っていたんです。二酸化炭素かけると消えちゃうんですね、火が。はい、では今日はどのようにしたらろうそくが燃え続けるのか実験をしていきます。一緒に考えながらやっていきましょう。それではレッツサイエンス。味噌汁寒いじゃん寒くなってきたじゃん。季節感秋といえば秋月年始。失礼しました。ではここで皆さんにクイズです。正解だと思うものを全部選んでください。次のうちろうそくが燃え続けるのはどれでしょうか。1番、このガラスをかぶせて蓋もします。このように上も下も塞いだ状況。2番、この下の部分にこのように高さを出すような段を入れて下が開いた状態で上は塞いだ状態。3番、下を塞いで上を開けた状態。4番、上も下も開けた状態。さあどれでしょう正解は3番と4番でした。ろうそくの火が燃え続けていましたよね。なんでなんでしょうか。4番の実験装置に線香を近づけてみます。このように空気が流れているのが線香の煙からわかりますか。この瓶の中の空気が入れ替わるようにするとろうそくは燃え続けるんです。3番も燃え続けていますね。二酸化炭素は空気より重いので下に行って下からどんどん溜まって3番も消えるというふうに考えた人もいらっしゃるのではないでしょうか。でもこれはちょっとした引っ掛け問題なんです。実はろうそくで温度が上がって上昇気流が起きていたんです。二酸化炭素が下の方にたまらず3番のろうそくは燃え続けたんです。ちなみに2番の瓶では温められた二酸化炭素が上に溜まって新しい酸素が入ってこれなくなるために火が消えてしまったんです。何言おうとしたんだっけ。
今の実験で物を燃やした時にできる二酸化炭素とその二酸化炭素がどこに行くのかっていうのがちょっと予想できるようになったかなと思います。ではそれを踏まえてクイズです。ここに長いろうそくと短いろうそくを用意しました。それぞれ先ほどと同じように火をつけて、このような上が塞がっているコップをかぶせます。そうするとどちらが早く消えるでしょうか。1番長い方、2番短い方、3番両方とも消えないんじゃないかな。さあどれでしょうか。なんで最後だけ感絶対3番じゃないなんで最後だけ感想みたいになってるクイズだよ。ということで正解は長い方から消えるでした。皆さんの予想は当たりましたか？ちなみにこのように3本長さの違うものでやっても上から順々に消えていきます。温められた二酸化炭素が上の方に溜まっていくので、上にある火から順にどんどん消えていくということなんです。それでは今日のまとめ。空気が入れ替わるとろうそくが燃え続けることができました。二酸化炭素が空気より重いということだけではなく、さらにろうそくの火によって温められてどんどん上に行くよっていうことはね、一つ覚えておくといいかなと思います。ということで今日の実験が面白かったよ、ためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。